こんにちは、ジパング55のタカです。今私はエジプトにあるカイロ空港に来ております。前回の動画ではルクソールをご紹介していましたが、今回はギザとカイロをご紹介いたします。これからウーバーでカイロ市内に向かいます。今回は、ウーバーの乗車方法、おすすめ観光スポット、おすすめレストラン、宿泊したホテルをご紹介します。おすすめ観光スポットでは、ギザとカイロに分けてそれぞれご紹介したいと思います。ルクソール編で、エジプトのチップ事情と古代エジプトの歴史をご紹介しているので、よかったらそちらも確認してみてください。動画が長いので、概要欄から必要な場所まで飛ばして、ご視聴いただけたらと思います。このチャンネルはホテル紹介を中心に、各地の観光スポットをご紹介しています。動画作りの励みになるので、チャンネル登録、高評価、スーパーサンクスをいただけると嬉しいです。それでは早速ご紹介していきます。カイロではウーバーが使えるので、利用したいと思います。カイロ空港で呼んだ場合は、近くの駐車場に来てくれます。ターミナルの前には来れないので注意しましょう。ウーバーには車種、色、ナンバーが表示されます。エジプトの車のナンバーはアラビア語の数字で書かれているので、1から9までは頭に入れておいた方がいいかもしれません。だいたい車の色と車種で判別できるので、合流したら自分が呼んだウーバーかドライバーに確認しましょう。カイロ空港にいる客引きのタクシーはぼったくりが多いです。ここには車が来れないから来れる場所まで連れてってあげるよなどと言って自分の車に誘導することも多いので、基本信じない方が安全です。客引きは全て無視してウーバーを呼びましょう。ウーバーはしつこい勧誘もなくチップも後で設定して払えるので、カイロではどんどん活用したいですね。それではギザ、カイロにあるおすすめ観光スポットをご紹介します。まずはギザエリアにある三大ピラミッドからご紹介します。エジプトといえばピラミッドですよね。カイロの中心地にあるカイロタワーから車で30分、カイロ空港からは1時間ほどの距離です。移動はウーバーなどのタクシーを利用した方が楽だと思います。入る前にチケットを購入し、手荷物検査をして中に入ります。ギザのピラミッドの敷地内に入るのに700エジプトポンドかかり、ピラミッドの内部に入るのにそれぞれお金がかかります。エジプトの観光地は、学生やエジプト人は安価に入場できる場所がほとんどです。最近ピラミッドへの入場料も大幅に値上げしたので、どんどん値上げしていきそうですね。今回はクフ王のピラミッドに入りますが、値段が1500エジプトポンドとかなり高額でした。まあ初めてエジプトに来たので、ピラミッドの中にも入りたいと思います。チケットはネットで事前に購入することができます。最近メインゲートの位置とチケットを購入する場所が変更になりました。今まではピラミッドに近い場所にメインゲートがあったのですが、グレートゲートという名前で場所が変更されました。チケットをその場で購入する場合は、グレートゲートで購入する必要があるので注意してください。入り口はグレートゲートとスフィンクスゲートから出入りが可能です。ウーバーで他の場所に移動する場合は、どちらかに移動して呼びましょう。カイロ市内から向かうと、一番近いのはスフィンクスゲートです。クフ王のピラミッドや大スフィンクスもこちらが近いです。スフィンクスゲートからクフ王のピラミッドまでは歩いて15分ほどです。各ピラミッドとゲートは無料の観光バスでつながっているので、無理して歩く必要はありません。ゲート付近にはガイドと称する謎の客引きがいます。それっぽい身分証を見せてきて、お金はかからないと言いますが、最終的にお金を請求されるので断りましょう。案内もネットで調べられる内容なので、聞く必要はないと思います。勝手についてきますが、明確に断るようにしましょう。日本語で観光警察と書かれた看板もありました。ちゃんと機能しているのかはよくわかりませんね。まずは大スフィンクスを見に行きたいと思います。
向かう途中にはお土産ショップが並んでいました。立ち寄ってみたいのですが、店員の客引きでゆっくり見れなさそうなのでスルーします。簡単にギザのスフィンクスの説明をしたいと思います。スフィンクスは謎が多い建造物の一つです。ギザにあるスフィンクスは2番目のピラミッドを建造したカフラー王によって作られたと考えられています。もともとはピラミッドを建設するための石切り場の跡地に作られました。ここにも神殿を建造していましたが、一部完成した後、建造をやめてしまったらしいです。当時は良いアイデアが出たら作りかけでもやめてしまうことが多かったそうです。現在はスフィンクスと呼ばれていますが、当時は何と呼ばれていたかわからないそうです。それはスフィンクスが長い間忘れ去られていた時代があったからです。古王国時代に作られたスフィンクスは未完成だったため、誰からも崇拝されず、500年以上も砂に埋もれていました。その後新王国時代に掘り返し、スフィンクス参りが流行しました。この時代、ファラオよりも神官たちの力が強まってきており、かつてのファラオの権力を取り戻すために執り行われたと言われています。末期王朝時代になると、スフィンクスの周りにオシリス像が建てられ、色も塗られ始めたそうです。ローマ時代には、スフィンクスの前に供物を捧げる供物台が作られ、ローマ皇帝も参拝に訪れたそうです。こちらが大スフィンクスです。諸説ありますが、頭はカフラー王、体はライオンを模しているとされています。ルクソール編でもご説明した通り、古代エジプトでは頭が重要であり、体は付属品という考え方でした。なので、体は人間で頭は神様の壁画が多いです。別の見学ツアーに参加すると、足元にも近づけるそうです。足元には、トトメス4世の夢の碑文があります。トトメス4世は新王国時代のファラオですね。トトメス4世が、この辺りにガゼルの狩りをしに来た際、疲れて寝てしまいます。その夢の中で、スフィンクスが現れ、私を掘り起こしたらファラオにしてやろう、と言われ、スフィンクスを掘り起こしたと言われています。その内容が足元の碑文に書かれているそうです。スフィンクスは2つのピラミッドの間にあり、夏至の日にちょうどスフィンクスの真上から太陽が沈んでいきます。建造したカフラー王は、すでにあったクフ王のピラミッドと自分が建てたピラミッド、そしてスフィンクスを合わせることで別の意味をもたらして空間を再創造しました。まるで石を積み上げたように見えますが、実際は石切り場の跡地に作っているので、石を削り取って建造されています。生で見ると迫力があるので、ぜひ見てみてください。それではラクダに乗ってカフラー王のピラミッドまで行き、そこから歩いてクフ王のピラミッドに向かいたいと思います。ピラミッドの周りでは、ラクダや馬車に乗りながらピラミッドを見ることができます。ラクダに乗る際の注意点をいくつかお伝えしておきます。事前に日本やツアーで参加するより、現地で交渉して乗るのがお得です。入り口近くより、カフラー王のピラミッド付近にいるラクダの方が値下げ交渉に応じてくれやすいです。政府公式のラクダの値段は、1時間1人500エジプトポンドです。ですがこれよりも値下げは可能ですし、参加人数が多ければ結構値下げしてくれます。私は4人で訪れたのですが、1人350エジプトポンドで乗ることができました。もっと交渉すれば、300エジプトポンドぐらいはいけた気がしますね。人数が少ない場合は、1人450エジプトポンド以上は高いと思って値段交渉してみるといいかもしれません。チップ込みの値段で交渉することはできないです。お金を徴収する人とラクダでガイドする人が別だからです。ラクダ1対に2人乗ることもできるみたいですが、基本は1対1名で乗ることになります。参加人数によりますが100から200エジプトポンドぐらいが相場です。私は100エジプトポンドをチップで渡したら少ないとごねられましたが、最後は納得して帰っていきました。カフラーのピラミッドまでは片道30分程度、最初の場所に戻る場合は1時間かかります。なので、30分しか乗らない場合は、
半額の交渉をしてみるのもいいかもしれませんね。移動手段は無料のバスがあるので、あくまで体験として乗ってみてください。横目にピラミッドを見ながらラクダに乗るのは贅沢な時間でした。ただ乗り心地はあまり良くなく、しっかり乗っていないと振り落とされそうになりますし、結構揺れました。時々止まって写真撮影をしてくれます。こういった時間があるので、チップは少なからず渡すようにしましょう。カフラー王のピラミッド上部には化粧石がありますが、当時のピラミッドは全て化粧石に覆われており、白く輝いていたそうです。それではクフ王のピラミッドに向かいたいと思います。クフ王のピラミッドの周りには休憩用のジェラート屋さんやお土産ショップがありました。中にはキーホルダーや置物が置かれていました。値段はやはり高めですね。エジプトで有名なネフェルタリというブランドのお店もありました。近くにはジェラート屋さんがあったので、暑い日には助かりますね。フレーバーの種類も多かったので嬉しいですね。ただ値段はカイロで食べた時より3倍ぐらいの値段がしました。飲み物なども販売していたので小休憩ぐらいはできるかもしれません。クフ王のピラミッドで注意が必要なのが11時50分から13時までは中に入れないことです。私はそれを知らずに1時間待機することになりました。訪れるタイミングは注意しましょう。なので私はジェラート屋さんで時間を潰したのですが、ここは席数が多くないので長時間は入れなさそうですね。ピラミッド内部の動画撮影はできず、写真撮影のみ許可されているようなので、その点を注意しましょう。ピラミッド建設には多くの労働者が無理やり働かされていたと思う人が多いかもしれません。歴史家のヘロドトスもそのような記述をしていたそうです。ですが、最近の研究ではその説は否定されています。労働者が過ごしていた遺跡からの発掘調査によると、かなり高カロリーな食事をしていたそうです。牛が育てられ、2から3日に1回は子牛の柔らかい肉が食べられていたそうです。それとは別に大量のパンやナマズなども支給されており、食生活は豊かだったのではないかと考えられています。近くで見ると迫力がありますね。見学ルートは正式な入り口ではなく、盗掘の際に使用された穴を通って中に向かいます。入り口までは階段を使って登っていきます。ピラミッドの石を削って作った階段のようですね。入り口にはスタッフと注意書きの看板がありました。入り口からの景色も壮観ですね。それでは中に入っていきたいと思います。中は細い通路を登っていくので、かがんだ状態で進みます。足腰が悪い方は少し登るのが大変かもしれませんね。中はサウナのように熱気がすごいので、水分補給はこまめに行いましょう。細い通路を進んでいくと大きめの通路が出てきます。この通路は天井に行くほど細くなっており、重さを分散する効果があるそうです。中にはクフ王が治められていたとされる石棺と小部屋がありました。ここは結構広く、40から50人ぐらいは入りそうでした。見れる場所はここだけなので、ピラミッドの内部に入ったという感動を味わうことが大切かもしれません。この上は5層の炉のような構造になっており、これも重さを分散していると言われています。ピラミッドは古王国時代によく建てられていましたが、盗掘や建造費がかさむことから、新王国時代になるとルクソールの王家の谷のようなお墓に埋葬するようになります。暑すぎて長時間はいられませんが、感動は大きいので一度は入ってみてください。それではバスに乗ってメインゲートのある場所まで向かいます。そこからウーバーで移動したいと思います。バスは空調が効いており涼しく、本数も多かったのでかなり便利ですね。移動の際はぜひ活用してみてください。続いてはギザのピラミッド近くにある大エジプト博物館です。ピラミッドから車で15分ほどの距離です。
ここは日本政府も開発を援助しているため、日本語の看板などがありました。入り口で手荷物検査をして中に入ります。中に持ち込めないものは外のセキュリティエリアに預けます。入場料は1100エジプトポンドで、ここも結構高額ですね。度重なる延期を経て2025年にオープン予定です。私が訪れたタイミングでは完全オープンではなく、一部の展示を見ることができました。オープン後はツタンカーメンの黄金のマスクを含む5000点の副葬品を全て展示します。最新鋭の修復センターや研究施設も併設し、エジプト考古学の中枢としての機能も担う予定だそうです。建物のデザインは近代的で、ピラミッドを思わせる作りになっていますね。それでは中に入ります。中は広々した空間になっており、溢れ美が美しいですね。入り口そばには旧ラメセウム神殿跡地から移送された本物のラメセス2世の像があります。近くにギフトショップもあり、お土産も販売していました。ここも少し高めですが、オリジナルグッズなども販売しているので、一度見てみるといいかもしれません。中にはレストランやスターバックスも併設されていました。スターバックスの値段は日本とそんなに変わらなさそうですね。エジプトの物価を考えると結構高めです。他にもギザのピラミッドにあったジェラート屋さんもありました。今回はズーバというレストランで昼食を食べました。値段は若干高めですが、日本人から見るとかなり高いわけではない値段設定ですね。今回ムサカを注文したのですが、思っていたものとは全然違うものが出てきました。一緒にモロヘイヤスープとマンゴージュースを注文しました。ギリシャの伝統料理であるムサカはラタトユーユのような料理なんですが、ここのはスープにパンをつけて食べるスタイルでした。味は少し香辛料が効いていたので、好みは分かれるかもしれませんね。それでは展示を見ていきたいと思います。階段には歴代のファラオや女神の石像が展示してありました。その横をエスカレーターや階段で登れるようになっています。上部の大きな窓からはピラミッドを見渡せるようになっていました。展示物は一部しか展示していないようですが、それも見るのに1時間以上かかります。説明もじっくり読んでいたら2時間から3時間ぐらいはかかりそうですね。中には壁画、石像、ミイラの石棺などがありました。ワニのミイラなど珍しいものもありました。エジプトらしい展示物はあったのですが、まだ目玉の展示がなかったので、今後ツタンカーメン関連の品が展示されるのが楽しみですね。館内は少し寒いので、羽織るものがあった方が安心だと思います。ピラミッドと一緒に訪れてみてください。続いて、カイロエリアをご紹介します。最初にご紹介するのは、ムハンマド・アリーモスクです。カイロタワーから車で20分ほどの距離です。値段は1人550エジプトポンドです。学生は半額なので、かなりお得ですね。エジプトは観光施設に入る際、ほぼ確実に荷物検査がありました。少し面倒ですが、安全のためには仕方ないですね。ムハンマド・アリーモスクは歴史的なモスクで、19世紀に建設されました。エジプトを近代国家へと導いた総督、ムハンマド・アリーパシャによって、1830年から建設が始まりました。彼の死後、1857年に完成しました。モスクはカイロ市内を一望できるサラディン城塞の丘の上に立っており、その白い外観と2本の高いミナレットが印象的です。中は裸足で入ることになります。有料でビニール袋を配っており、靴にはめて中に入ることもできます。中央の大ドームには巨大なシャンデリアが吊るされており、天井の装飾とともに壮麗な雰囲気を演出しています。アラビア書道によるクルアーンの節や幾何学模様が壁や天井に描かれています。
模様がとても細かいですね。シャンデリアも装飾が素晴らしいです。エジプトというとピラミッドを想像してしまいますが、こういった綺麗なモスクもあるのは知っておきたいですね。建物の周りも歴史を感じる造りで、歩いているだけでも楽しいですね。宮殿の中庭からカイロ市内を一望することができます。奥にはギザのピラミッドも見えますね。ピラミッドが見えるとテンションが上がってしまいます。ここからの景色も楽しんでみてください。ムハンマド・アリー・モスクの敷地内には警察博物館と軍事博物館があります。警察博物館の一部には当時使われていた牢獄も見学できました。中には人形もあり、当時の様子がよくわかります。エジプトの夏はかなり暑いので、牢屋はかなりきつそうですね。軍事博物館では、古代から近代までのエジプト軍の武器や兵器が展示されていました。中は動画撮影できず、写真撮影のみ可能でした。思ったより広くて、見るのが大変でした。個人的にはすごい見応えのある展示があるわけではなかったですね。ムハンマド・アリー・モスクは周りも含めると結構歩くので、時間に余裕を持って訪れてみてください。続いてご紹介するのは、アブディーン宮殿です。カイロの中心地にあり、カイロタワーから車で10分ほどの距離にあります。中は追加料金を払い、写真撮影のみ可能だったので、写真でお届けします。さらに追加料金を払えば、動画撮影も可能なようですね。入場料は150エジプトポンドです。1874年にエジプトを治めていたムハンマド・アリー朝のエジプト大衆イスマーイール・パシャにより建造された建物です。歴代の統治者の住居となり、1952年のナセル革命後は政府の所有物となりました。綺麗な建物や皇帝や大統領への贈り物、所有物などを見ることができます。銃や武器の展示がかなり多かったですね。宝石があしらわれた豪華な剣や王冠などもあり、見応えがありました。綺麗な展示品が多かったですが、スタッフが各所にいて、常に見てくるので、少し緊張感がありました。手荷物検査も厳重でしたね。昭和天皇から贈られた書簡や贈り物も展示されていました。皇帝の雄大な品々を見ることができるので、よかったら立ち寄ってみてください。続いては、ハンハリーリ市場です。カイロタワーから車で15分ほどです。ハンハリーリ市場は、カイロにある最も有名で歴史的なスークと呼ばれる市場です。中東やイスラム世界を代表する観光名所の一つでもあります。この市場は14世紀後半、マムルーク朝時代に建設され、当初は交易商人たちの宿泊所や倉庫として使われていました。現在では、地元の人々と観光客が行き交う賑やかな場所となっており、カイロの旧市街の中心になっています。細い小道を歩いているとタイムスリップしたようですね。まずは有名なカフェに向かいたいと思います。フィシャリというカフェで200年以上の歴史を持ち、ノーベル賞作家のナギーブ・マフフーズも通ったことで有名です。店内は結構狭く、小さいテーブルに椅子が4つある程度でした。観光客が多かったですね。ここはメニューがなく、店員に口頭で何があるか確認します。外国人は値段を高くされる可能性があるので、必ず確認しましょう。店内では演奏もやっていましたが、チップを求められるので注意しましょう。今回はターキッシュコーヒーを注文しました。1杯75エジプトポンドでした。前のお店は50エジプトポンドだったので、少し高めに値段を言われているかもしれませんね。
サービスと言って水を渡されましたが、最後にお金を請求されそうになりました。注文以外のものが来た際は、手をつける前に必ず確認しましょう。店内の雰囲気は独特で、日本ではなかなか体験できないと思います。休憩がてら、立ち寄ってみてください。それでは市場内も簡単に散策したいと思います。まずはじめに、ジョルディバザーというお店に向かいます。ハンハリーにある大半のお店は値札がなく、値段交渉が必要です。このお店は値札があり、値段交渉することなく買うことができます。なので、まずは訪れて物の相場を頭に入れておくといいかもしれません。お店はラクダのマークがあるお店の2階にあります。細い階段を上に上がっていきます。このお店は常に観光客がたくさんいるので、ゆっくり見るのには不向きかもしれませんね。中には所狭しと商品が置いてあります。トートバッグは大きいものが400エジプトポンド、小さいもので100エジプトポンドぐらいでした。置物は20エジプトポンドから500エジプトポンドぐらいまでありました。500エジプトポンドだと結構立派な置物が買えそうでした。本物かわかりませんが、アラバスターなんかも販売していますね。こちらはパピルス紙ですかね。エジプトらしい絵が描かれています。マグカップもデザインがいいですね。だいたい170エジプトポンドぐらいでした。マグネットは25エジプトポンドでした。幾何学模様の箱は100エジプトポンドから250エジプトポンドぐらいで、大きさによって値段がだいぶ違いましたね。置物の顔が手書きなのか、一体微妙に違うのが面白いですね。めっちゃ雑な顔なのもいました。ポーチも売っていましたね。さっき子供たちに100エジプトポンドで売られそうになりましたが、ここでは8エジプトポンドぐらいで売っていました。交渉が苦手な方は、先ほどのお店で買うのがいいと思います。市場はそんなに怖い印象はないですが、人が多いのでスリには注意が必要ですね。市場内にはランプや洋服のお店など多種多様なお店がありました。民族衣装的なものを販売しているお店も多いので、気になる方は立ち寄ってみてください。通りを歩いているとワンダラーと声をかけてきますが、ワンダラーですら高い場合もありますし、その値段で済まない場合も多いので無視でいいと思います。ランプは相場が300エジプトポンドらしいのですが、800エジプトポンドから値下げしてくれなかったので買うのはやめました。値段交渉の際は必ず相場を頭に入れて、最初にかなり値段を下げているといいかもしれません。相手も最初にいる値段で買うと思っていないので、かなりふっかけてきます。最初の値段では絶対に買わないようにしましょう。古き良きアラブの雰囲気を味わえるので、ぜひ立ち寄ってみてください。ハンハリーリ市場近くにはアズハルモスクがあります。970年、ファーティマ朝によって建設され、イスラム教シーア派の宣教拠点として使われていました。今でも現役のモスクかつ教育機関として活用されており、地元住民だけでなく、世界中のイスラム教徒や学者が訪れる宗教や文化の中心地です。中の動画撮影は禁止でしたが、写真は大丈夫でした。白い床に空が生えて、綺麗なモスクでした。喧騒もなく、落ち着いた雰囲気でしたね。女性と男性が座れる場所は分かれているので、座る際は別々に座りましょう。地元の方がお祈りしている場合も多いので、邪魔にならないように静かに過ごした方がいいですね。続いてはエジプト考古学博物館です。ツタンカーメンの黄金のマスクを収蔵していることで有名ですね。カイロタワーから車で7分ほどの距離です。値段は大人が550エジプトポンドでした。建物は1902年に建てられ、博物館かつほぼコンクリートで建てれたのは当時初めてだったそうです。デザインは古代エジプトの末期王朝時代の神殿を模しているそうです。博物館の前には
考古学博物館の建設に尽力したフランス人考古学者オギュスト・マリエットの墓もあります。彼は死後も博物館を見守っていたいということで、ここに埋葬されているそうです。建物は2階建てで、展示物は古代エジプト文明からローマに至るまでの遺跡を中心に収蔵されています。今後は大エジプト博物館とエジプト文明博物館に展示物が移送される予定だそうです。主要な展示物をピックアップしてご紹介します。ルクソール編でラメセス2世は過去の王たちの名前を削り取ったと説明しましたが、この門は削り取られないような対策が施されました。ただ壁画を描くのではなく、中を削り取り詰め物をすることで壁画を描きました。そうすることで削っても金太郎飴のように次々に絵が出てくる仕掛けだったそうです。しかし中の詰め物が先に全て落ちてしまったので結果的に失敗だったそうです。こちらはハトシェクスト女王です。ルクソールで訪れたハトシェクスト女王総祭殿でご説明した女王ですね。初めて権力を握った女性ファラオです。彼女の壁画の多くは削り取られてしまっているので顔がわかるのは貴重ですね。こちらはナルメルのパレットです。古代エジプトで初めて神エジプト都市もエジプトを統一した王様です。ここから初期王朝時代が始まりました。ナルメルが神エジプトの象徴である白い冠をかぶり、下エジプトの象徴であるパピルスをホルスの神のごとく踏みつけて征服している様子が描かれています。こちらは初めてピラミッドを建設したジュセル王の石像です。王であるファラオの力が強かった古王国時代初期の王様です。彼の作ったピラミッドの後、さまざまな試行錯誤の末、ギザにある巨大なピラミッドが建造されました。今から4500年ぐらい前の石像が残っているのも驚きですよね。ピラミッドの中で発見されたそうですが、その際は北極星を見る形で置かれていたそうです。こちらはギザの三大ピラミッドの中でも一番巨大なピラミッドを建造したクフ王です。クフ王のものとわかるのはあまり発見されていません。あんなに巨大なピラミッドを建造したのに本人の銅像はこんなに小さいんですね。こちらもギザにピラミッドを建造したカフラー王です。石像はヘンマガンという硬い岩でできており、硬い岩をここまで加工している高い技術力がうかがえます。こちらはギザの三大ピラミッドを最後に建造したメンカウラー王です。統一されたエジプトの官僚制度や文字制度を整備していったそうです。両脇には女神がおり、戦いが終わって平和の世界を作っていくことが表現されているそうです。この書記官像も有名です。古代エジプトでは書記官はエリートの仕事でした。水晶と銅、石英などを用いて作られた目はまるで生きているかのように見えると評され、当時の技術の高さがうかがえます。こちらは有名なツタンカーメン王墓から発見された玉座です。ツタンカーメンの黄金のマスクや黄金の棺は撮影 NG でしたが、一部の副葬品は撮影禁止エリア外に展示されていました。この椅子は実際にツタンカーメンが使っていたと考えられています。椅子に座ったツタンカーメンに王妃が香油を塗っている絵が描かれています。ルクソール編でご紹介したツタンカーメン王墓では5000点以上の副葬品が出土しています。中にはトランペットやボードゲーム、古代の食料まで出土したそうです。この博物館の見どころなのでぜひ見てみてください。館内には少し高めですがギフトショップもあるのでよかったら立ち寄ってみてください。続いてはエジプト文明博物館です。カイロタワーから車で15分ほどの距離にあります。ここには歴代のファラオのミイラが展示されており必見スポットです。考古学博物館にある展示も一部こちらに移動する予定だそうです。こちらも厳重な手荷物検査の後中に入れました。クロークもあったので大きな荷物も預けられます。残念ながらミイラのエリアは撮影が禁止でした。ですが
有名どころのラメセス2世から6世、セティ1世からセティ2世、トトメス1世からトトメス4世、アクエンアテン、その王妃たちのミイラも展示されていました。歴代の有名なファラオのミイラを見ることができたので、一番迫力がありました。ミイラの展示の上には、古代エジプトやイスラム朝時代の歴史に関する展示がありました。こちらは当時の戦車らしいです。シミナの勝ちの跡か分かりませんが、結構生々しい跡が残っていますね。こちらはツタンカーメンの父であるアクエンアテンの像です。この時代は写実的な彫刻が流行っていたので、他の石像と違って顔がリアルですね。先ほど紹介したムハンマド・アリーモスクにあった説教台も展示されていました。こちらはパンを作っている様子です。古代エジプトではパンが主食でした。ギザのピラミッド付近ではパン作りの遺跡も発見されています。小麦や大麦で作った生地を壺に入れて蒸し焼きにしていたそうです。ピラミッドの建設現場では一つの壺で9500キロカロリーのパンが焼けたそうです。こちらはツタンカーメンの下着だそうです。副葬品からは大量の下着も一緒に見つかっており、ここではそれらの一部が展示されています。個人的にはミイラがものすごい見応えがあったので、ぜひ訪れてみてください。それではおすすめのレストランをいくつかご紹介します。はじめにご紹介するのは、ナイル川クルーズを楽しみながら食事できるダハビーヤカイロをご紹介します。乗り場はカイロタワー近くにありました。シーガルというレストランの中に乗り場がありました。夕方と夜に出発する2便あり、予約時に選ぶことができます。参加する日が決まったら、早めに予約した方がいいかもしれません。ナイル川クルーズは多くの会社で執り行っています。ベリーダンスを見るものや、ただ夜景や景色を楽しむだけのものもあります。値段は比較的安いものが多いので、好みのクルーズ船を探してみてください。館内は豪華な作りになっており、船の乗船時間まで待ちます。待っている間にマンゴージュースをいただきました。時間になったので乗船します。船は綺麗で、船内も清潔感がありました。テーブルには引き出しがついており、こちらもテーブルになるようになっていました。食事はこの場所に置かれていきました。乗船するとおしぼりが渡されました。それでは出港です。今回はドリンクが飲み放題のプランでした。メイン料理によって値段が違い、950エジプトポンド、1200エジプトポンド、1500エジプトポンドから選べます。事前予約の手数料などがあり、1人3500円から4000円ぐらいの値段でした。クルーズ船では演奏もしてくれました。曲目は権利の関係で流せませんが、海外の有名どころの曲を何曲か披露してくれました。陽気に演奏してくれたので、とても楽しかったです。ナイル川沿いは、カイロの中でも高級ホテルが多いエリアです。シェラトン、ヒルトン、フォーシーズン、リッツ・カールトンなどが見れました。夜は寒すぎて、たまらずホットココアを注文しました。寒い場合はブランケットも貸してくれます。私が訪れたのは5月でしたが、夜は肌寒くなるので、羽織れるものがあるといいかもしれません。食事は出港してから30分から40分ぐらい出てこなかったので、その点は注意が必要ですね。最初は前菜としてサラダやピクルスなどが出ました。その後、クリームスープとパンが提供されました。一緒にモヒートも注文しました。エジプトはイスラム圏なので、街中にあるレストランではアルコールは基本置いてありません。お酒が飲みたい場合は、ホテルや空港などで飲むようにしましょう。
寒いので温かい食べ物が進みますね。メインはオリエンタルフードで、お肉や温野菜、味付けされたライスがありました。味はどれも美味しく、ボリュームも結構ありました。成人男性でも食べきるのが大変だったので、量は少し多いかもしれませんね。デザートはチーズケーキ、レモンタルト、クレームブリュレ、ブラウニーの4種類が出ました。誕生日のお祝いもしていました。事前に伝えればお祝いもしてくれるみたいですね。ナイル川沿いの綺麗な夜景を見ることができるので、興味のある方は参加してみてください。続いては、コシャリが美味しいアブターレクです。場所はカイロタワーから車で6分ほどの場所です。皆さんには申し訳ないのですが、ここを訪れた際に私は食当たりを起こしており、動画を回せていませんでした。なのでほぼ画像でご紹介します。ただここは安くてかなり美味しかったと友人が絶賛していたので、ぜひ紹介したいお店です。コシャリはエジプトの伝統食です。白米、マカロニ、レンズ豆などをベースにカリカリに揚げたフライドオニオンをトッピングし、ニンニクと酢の風味が効いたトマトソースをかけて食べます。お店によっても味付けは少し異なるようですね。このコシャリがかなり美味しかったです。炭水化物の塊のような料理ですが、一度は食べていただきたい料理ですね。お店には地元の人から観光客まで幅広く訪れていました。値段も30エジプトポンドとかなり安いです。ボリュームも結構あるので、2人でシェアしても十分なくらいでした。余談ですが、隣にいた日本人カップルが、体調の悪い私を見て薬を分けてくれました。その薬がかなり効いたので、とても助かりました。連絡先を聞けなかったので、ここでお礼を言わせていただきます。本当にありがとうございました。コスパ最強のお店なので、カイロを訪れた際は、ぜひ訪れてみてください。カイロで宿泊したホテルもご紹介しておきます。今回は、シュタイゲンベルガーホテルカイロに宿泊しました。カイロタワーから車で6分ほどで、エジプト考古学博物館のすぐそばにあります。ホテルは清潔感があり、広々していました。車で入る際は、トランクもチェックされますし、ホテルの出入り口では金属探知機を通る必要があるので、セキュリティ面は万全です。チェックインスタッフの方もとても優しく、気軽に会話してくれました。ロビーにはちょっとしたギフトショップもありました。今回のお部屋は10階です。部屋の作りはシンプルで、日本のビジネスホテルよりちょっと広いくらいでした。隣の部屋は友人の部屋だったので、コネクティングルームになっているのかと思ったのですが、ソファーで塞がれていたので、部屋をつなげることはできませんでした。作業机と大きめのテレビもありました。ここにもウェルカムスイーツでリンゴが用意されていました。お水は毎日2本補充されました。コーヒー、紅茶などは無料で飲むことができます。スナックや冷蔵庫のドリンクは有料でした。部屋からの眺めはそんなに良くなかったですね。クローゼットの中にはアイロン、ハンガー、バスローブなどがありました。ハンガーもネクタイ用などがあり、種類が豊富でしたね。小さめですが、荷物置きのような場所もありました。バスルームは洗面台が少し小さめで、物を置くのは厳しかったですね。ドライヤーは備え付けがありました。トイレとシャワールームが一緒でしたが、少し距離感があったので、嬉しいですね。シャワールームは清潔感もあり、水圧も良好でした。朝食はビュッフェ形式で、いろんな料理が用意されていました。サラダバーにはレタス、トマト、キュウリなどの野菜があります。チーズ、ハムもありますね。ホットミールは、お肉、ターロメイや揚げたキッシュのようなものや、ベーコンがありました。アーティチョークを使った料理、
ソーセージ、トマトとマッシュルーム、ご飯とカレーのようなもの、じゃがいもとスープがありました。こちらも豆のスープかカレーのような料理ですね。この辺りはカレーやスープにトッピングして食べる食材のようです。パンもいろいろありました。スタッフに言えば焼いてくれるようです。マフィンやサンドイッチのようなものも置いてありました。ジャム、蜂蜜、デザートもありました。中東のお菓子が多く、甘い蜜につけたものが多かったですね。フルーツやジュース類も種類が豊富でした。ヨーグルトや低脂肪牛乳、コーンフレークなどがありました。朝食は充実していましたね。ただエジプトは物価が安いので、外のレストランなどで食べた方が値段は格段に安いと思います。今回は1泊朝食付きで14,000円ほどしたので、カイロ市内のホテル相場からすると少し高めです。カイロ市内は宿がピンキリですが、安すぎると騒音がうるさかったり、衛生上懸念がある場所も多いので、自分の旅スタイルに合わせて探してみてください。それでは今回のカイロ・ギザ観光編いかがだったでしょうか。ピラミッドやモスクなど人生で一度は見てみたい場所が盛りだくさんでしたね。前回のルクソール編と合わせて確認してみてください。今回の動画が少しでも皆さんの旅行に役立てられたら嬉しいです。動画作りの励みになるので、チャンネル登録、高評価、スーパーサンクスをお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回動画でお会いしましょう。さようなら。